リサーチ型アートプロジェクトのための人材育成事業、通称芸大ラムは、東京芸術大学大学院映像研究科が主催する芸術と社会の関係を新たに問い直すためのプログラムです。リサーチとアジアをテーマに、大学とアートの現場、理論と実践の交わりを重視するリサーチ型の新しいアートを模索しています。2014年度の研修生は公募で90名以上の中から選ばれた約20名です。美術館、図書館、大学、文化財団、国際交流機関の職員やフリーランスのキュレーター、デザイナー、建築家など芸術を新しい形で社会と接続しようとするメンバーがジャンルを超えて集まりスタートしました。2014年度のカリキュラムは4つ。憲法、労働法、会計、施設管理などを学ぶ総務講座。さまざまなジャンルのリサーチ型アートを知るオープンレクチャー。実際に都市へ出るリサーチ実習。活動を残すためのドキュメント・アーカイブ実習。法律・経済・歴史を学びながら実際にプロジェクトを動かし、そして記録する包括的なプログラムです。総務講座では、これまでのアートマネジメント人材に不足しがちな法律・経済・施設管理を重点的に学びました。憲法や人権という根本的な議論から始め、会計・税務、労働・契約・業務委託、さらに公立文化施設管理について学び、アートプロジェクトの基礎を問い直しました。一般公開のオープンレクチャーは、さまざまなジャンルのリサーチ型アートを知るケーススタディ講座として開催されました。美術だけでなく、映画、建築、伝統芸能、社会学、先端科学技術などの分野から講師を招き、リサーチに基づく先進的な実践に触れ、議論を重ねました。また、オープンレクチャーの企画、運営、広報は研修生自身が担当し、社会に問いを投げかける実験の場となりました。リサーチ実習は、東京の中のアジアをテーマに、実際に都市に出て行われました。個室都市東京完全避難マニュアル東京版、東京ヘテロトピアといった都市を利用した社会実験的なプロジェクトで知られる演出家の高山明氏を講師として、リサーチによって社会の形を問い直す手法を学びました。ドキュメント・アーカイブ実習では、ソニー、NHK、慶応大学アートセンターといった施設を訪問し、日本におけるアーカイブの現状を学び、これからのアーカイブについて議論しました。また、総務講座やオープンレクチャーのドキュメント化も研修生自身が担当しました。さらに、1年間の講座で出てきた重要概念をまとめた用語集、芸大ラムグロッサリーを作成し、プロジェクトをウェブサイトで公開しました。芸大ラムは芸術表現だからこそ可能な社会へのアプローチを見出すために、社
社会芸術の思考と技術を身につけるプログラムです。